やばいです。TEDx の登壇が決まりました。やばい。はい、I'll be speaking at TEDx 名古屋 U。TED というのは Ideas Worth Spreading。広める価値のあるアイデアというのをスローガンに、たくさんの講演イベントをしている非営利団体です。それで TEDx というのは、その TED からライセンスを取得して、独立して活動している団体のことです。今回は TEDx 名古屋 U という名古屋大学の学生さんのみで運営している TEDx に招待していただきました。さやか一体何を話すのって思いますよね。今回私が話すのは日本人に求められる海外の人との関わり方をテーマに話してこようと思います。で、今回これをビデオにしようと思ったきっかけは、まず初めてのチャレンジですね。いつもは結構英語で話すことが多いんですけど、今回は日本語でスピーチをしてきます。これ初めてのチャレンジなので、これをドキュメンタリーにして皆さんにお伝えしたかったのと、どうして私が日本語を教えているのか、どうしてこの TEDx で話すことを決めたのかについても話したいと思います。どうしてそのことを日本語の先生の私が話すかですよね。私、日本語を教えるのは本当に大好きなんですけど、それは夢の一つなんです。もうこれ多分ずっとやっていくかなって思うんですけど、もっと大きなビジョンがあって、それは世界と日本の架け橋になって、この間にあるギャップを小さくすることなんですね。で、なぜそれをしたいかというと、私がアメリカに留学した時に、アメリカって全然違う。考え方も、話し方も、もう行動も全然違うなって最初は思ったんですけど、途中から、あれ？もしかして日本がユニークかもしれない。日本って島国だし、他の国の人とあまり関わってこなかったから、日本が世界と比べたら、すごくユニークな国なんだなって思ったんです。で、その世界と日本のギャップを小さくするためには、海外の方と日本人の方がお互い理解することが大切だなと思うんです。その理解することっていうのは言葉だけじゃなくて、文化とか、その人がどういうところで育ったのかとか、そういうバックグラウンドも含めて、相手のことを理解できたら、もっと世界が平和になると思うんですよね。はい。で、そしたらもっと日本で異文化共生ができるんじゃないかなと思ったんです。で、まず私は日本語教育を始めました。日本語を教えるの本当に大好きなんですけど、日本語を教える中で日本人の考え方とか文化とかを伝えたいなと思って、日本語教師になったきっかけはもっとあるんですけど、それは違う時に話します。ただ、日本に住んでる人とか、これから日本に来る人が日本語を勉強して、日本の文化を勉強することで、みんなのね、生活の質って、quality of life？生活の質が底上げされると思うんです。なので、まずは日本語教育をして、こんな違いがあるよっていうのを伝えていきたいなと思って今、みんなに教えてます。はい。で、日本に来る人に日本語を教えたり、日本の文化を教えるだけじゃ、ここのギャップは小さくならないと思うんです。日本にいるから、日本のことを知らなきゃダメでしょっていうのだけじゃダメで、異文化共生をするには、日本人も他の文化とか違う考え方を知ってる、理解することがとても大事だなって思うんです。最初はまずね、日本語教育が本当に好きだから、これをして、5年後か10年後ぐらいに日本人の方に企業とか、いろんなところで講演とかができたらいいなって思ってたんですけど、まさか今回 TEDx に登壇する機会をいただいたので、もうすぐね、はい、やらせてくださいって言いました。ちょっと長くなっちゃいましたけど、すごくワクワクしてます。この私の大きいビジョンに向かって、第一歩は日本語を教えることですね。2歩目、初めてのチャレンジとして、日本人に日本語で講演することをすごくドキドキしてるので、これをドキュメンタリーにして、みんなにシェアしたいなと思って、このビデオを今作ってます。長いね。ごめんね。では今から話す内容を考えたり、原稿を作ったりするので、また、今から第1回のリハーサルで
話すんですけど、まだ私原稿とかちゃんとできてないんです。いろんな意味でドキドキしますね。大丈夫かな。はい、今第1回目のリハーサルが終わったんですけど、もうずっとカンペを見ながら話していて、話もちゃんとまとまっていなくて、まだまだ改善がたくさん必要ですね。ちょっとこれからあと1ヶ月弱あるので、原稿を改善しながら自信持ってオーディエンスの方を一緒に取り込みながら話せるようにもっともっと練習していきたいと思います。全然ダメなんだ。はい、今日もリハーサルで名古屋大学に来てるんですけど、さっきトークの練習をしました。登壇して。でもね、まだまだ全然ダメですね。たくさんキュレーションといってトークの原稿を書き直してるんですけど、すごく迷惑をかけてます。テレックス名古屋の学生さんたちにたくさん助けていただいて、食堂さんとののちさんっていう方に私はね手伝ってもらってるんですけど、今そこにいらっしゃる。はい、TEDx の10日前となりました。今まだ原稿を修正したりしていて、大丈夫かなとちょっと不安なんですけど、やっぱり聞きに来てくださるオーディエンスに伝わるメッセージにしたいので、どうしたら分かりやすくなるか何回も修正をかけながらスピーチを作っていってます。で、今日あと3時間後に TEDx のスピーカーチームの方々とキュレーションといってミーティングがあるので一緒にスピーチを作ってもらってるんですけど、そのミーティングまでにもう少し修正して仕上げていきたいと思います。もうなんか考えるだけで緊張してきますね。もう大丈夫かな。でも絶対大丈夫にする。できるぞ。今回ってる？回ってるよ。やばい、最後のリハーサルで今からトーク練習してくるんですけど、一個大事なことすぐ忘れちゃうんですよね。大丈夫かな。ドキドキ。リハーサルだからね。本番1日前ですね。今日はリハーサルなんで大丈夫ですけど、今日は7時半までリハーサルで、トーク以外にも他のセットアップでブレイクとアフターパーティーっていうイベントがあるんですけど、それもちょっとリハーサルがあるので7時半まで。その後はもうホテル帰ってもう明日の準備するだけ。万全にしとかないとね。順番何番目なの？1番です。トップバッターだからちゃんと盛り上げないとって思ってる。イントロも長いもんね。そう、このイントロも10分15分ぐらいで、私はここでちょっとメディテーションしようかな。気持ち整えていきたいと思います。頑張りましょう。はい、頑張ります。どうでした？ちょっとやばい。すごい忘れてたよね、私。忘れてたし、行ったり来たりしてたからやばいね。大事なところがスパスパ抜けちゃった。そうやばいよね。ちょっと後でチームの方に相談しよう。今日思いました。もっと覚えようって思って。マジ？嘘言わないで。Actually felt like I was talking to the audience at one point, and then a few minutes later I lost it. I'm like, where am I? How can I improve? Practice. Practice only makes it better. 前日の夜は本当に緊張して寝られなくて、ずっとホテルで練習してました。で、これも当日なんですけど、直前までずっと練習してました。さあ当日ですね、さやか先生。今からいよいよトークしてきます。頑張ってください。もうたくさん練習したので、あとは楽しむだけかな。ちょっと緊張するけど、そうですね、全力で楽しんで楽しませてくる。昨日と比べてどうですか？昨日と比べて昨日の方が緊張してた。ね、昨日はたくさん間違えちゃったから、昨日はホテル帰ってたくさん練習したんで、あとはね、スピーチでお客さんを楽しませるだけですね。
本番15分ぐらい前ですかね。テクノロジー、それではさやかさん、よろしくお願いいたします。実際のスピーチは TEDx の YouTube に載ってます。ちょっと著作権の関係でここには載せられないんですが、リンクと日本語字幕、それから英語字幕はこの動画の概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。ではここからはスピーチの後の様子です。大事だと思うんですけれども、まずは自分の国の文化を学ぶ。どうでした今日？もう緊張したんだけどもう目の前にお客さんがいるから伝えなきゃっていう気持ちが前に出てきて、なんか言葉を思い出さなきゃよりも伝えなきゃが勝ったから、それが良かったかなと。ああよかった。楽しかった。なんかこうお客さんに話しかけてこう反応が返ってくるのが本当に楽しかった。けどちょっとね、オーディエンスめっちゃいたもんね。たくさんいらっしゃったね。すっごい時間過ぎちゃったんだけど、それだけやばい。でも終わってよかった。お疲れ様です。食堂さんは私のスピーチを作るのを本当に論理的にロジカルに手伝ってくださって、めちゃくちゃいいものにしてくださったのは本当に食堂さんのおかげです。ありがとうございました。言うことできないコメントが。もう本当にもうなんか頭良すぎて全部助けてもらってましたね。いやなんかさやかさんすごい経験がいっぱいあるので、なんかそれをなんかまとめるの楽しかったです。本当ですか。なんか私の抽象的なアイディアをかなりうわーって話したのに、それを全部キュッとまとめてくださったのはまさにだから。よかった。もう本当にありがとうございました。またののちもまたお願いします。そうですね。ごめんなさい、すっごいたくさん話しちゃって。17分になっちゃってて。気づいたのが16分30秒ぐらいの時に、もう最後終わるとこだったんですよ。でもうすぐ終わるなーって喋りながら考えてて、パッて見て16分30秒。原稿足されてました？いや足してないんですよ。そうですね。多分私何をしたんだろうと思って。想定以上にゆっくり喋ってたんですかね。そうなんですかね。いや多分そのなんか投げかけとかをちゃんとそうだね。丁寧にやってくださったから。なるほど。ごめんなさい、めっちゃ過ぎちゃいましたけど、ありがとうございました。ありがとうございます。スピーチの後は他のスピーカーの方々や参加者の方と交流するイベントがありました。そこではいろんな方のお話を聞けたり、あとは以前仕事で関わった高校生の生徒さんがわざわざ私のスピーチを聞きに来てくれて声をかけてくれました。他のスピーカーの方々やスタッフさんと写真を撮ったり、メッセージを書いた色紙もいただいたりして、本当に素敵な時間を過ごしました。こんなに貴重な機会をいただけたことに心から感謝しています。すみません、アウトロを取り忘れてしまいましたので、これで終わります。見てくれてありがとう。すいません。